どうも。なわけで今回素体にしていくのは HG アイアンブラッドオルフェンズガンダムバルバトス第4形態でございます。鉄血のオルフェンズより登場する三日月オーガスの登場機なんですけども、ルプスやルプスレックスが出ているとはいえ、この第4形態のバルバトスもシンプルなビジュアルでいいなーって思うんですよね。今回はこのバルバトスと HGAC ガンダムアスクレプオスをミキシングしてより凶暴な感じのやつを作っていこうと思います。このアスクレプオスというガンダム、原作は全く知らないんですが、変形した時のビジュアルがめっちゃ好きなので買っちゃったんですよね。ただチャンネル的にそのまま作ってもあれかなと思いましたので、ミキシング素材にしちゃいます。なんかすげえぶっちゃけてしまったな。じゃあ改造の方始めていきますわ。まずは頭部。バルバトスの頭部アンテナを最初見た時はビビりましたけど、もう馴染んじゃいましたね。こちらの頭部アンテナにアスクレプオスの V 字アンテナを接着してあげます。頭部だけそのままなのもあれだよねというやつです。バルバトスのアンテナの接着する部分をヤスリでヤスった後、アスクレプオスの V 字アンテナを接着。ものすごく簡単ですが、頭部の改造はこれで終了とします。なんか V 字アンテナが4本生えてる機体強そうでいいですよね。続いて剣部。今回のメイン改造、ここをいじらなきゃ始まらない。こちらにはアスクレプオスの剣部クローユニットをそのまま流用してあげようかと思います。ただこの肩、バルバトスと同じボールジョイントの接続なのですが、腕の規格が全く異なるものになっとるので、バルバトスの腕を取り付けられるように改造していこうかなと思います。アスクレプオス剣部の中身の軸受け部分などをニッパーでカット。そこにバルバトスのガンダムフレーム剣部を適度にカットしたものを接着してあげます。とりあえずこんな感じ。取り忘れてしまったのですが、そのままの状態だと二の腕のパーツが剣部と干渉しまくるので、腕が上げられる程度に削って調整してあります。実際にクローユニットを装着。もともとバルバトスとアスクレプオスの腕の長さがほぼほぼ同じだったので、違和感なく取り付けられることができました。やっぱりこういう武装もバルバトス似合いますね。続いて脚部。今回のメイン改造パート2。こちらの部分はアスクレプオスの脚部プロペラントレッグタンクをバルバトスの脚部に装着できるよう改造していこうかなと思います。アスクレプオスの脚部パーツの内部をバルバトスの脚部と干渉しないようにニッパーやヤスリでカットしつつ調整。バルバトス側もアンクルアーマーのサイズを調整したり、ふくらはぎの後ろのアーマーをニッパーでカットしたりしてレッグタンクをかぶせられる形にしていきます。この辺りの加工をやりすぎると取り返しがつかなくなったりするので、スリル感が半端ねいっすね。とりあえずこんな感じ。プロペラントタンクというよりかぶせただけの増加装甲みたいなビジュアルになってしまいましたが、もともとカウンターウェイト的な役割も担っていた覚えのあるパーツではありますので、いいんじゃねえかね。次は腰部。ここは無改造でいいかなと思ったのですが、剣部と脚部を改造し終えた時に組み立ててみると全体的なバランスが若干悪く感じたので、腰部に少しだけパーツを追加して整えてあげようと思います。使っていくのはバルバトスルプスの腰部。最初からルプス使えっちゅう話な。本当は腰部のブースターだけを流用するつもりだったのですが、バルバトスの腰に装着させることが難しかったので、そのまま使ってあげることにしました。ただそのまんまルプスっていうのもあれなので、フロントアーマーはバルバトスのものに取り替えておきます。こういうところで地味なこだわり。とりあえずこんな感じ。改造前は腰から脚部がだいぶ持て余しているような雰囲気だったのですが、ブースターを取り付けたことで違和感の少ない見た目になったのではないでしょうか。続いてバックパック。アスクレプオスといえばこの背面レドームユニットなのですが、これをそのままバルバトスに流用するのがかなり難しかったので、それっぽい感じのユニットをオリジナルででっち上げちゃおうと思います。使っていくのはガンダムフラウロスのバックパック。これも被せるユニットですよね。こちらのバックパックの基部を使いまして、アスクレプオスのレドームユニットっぽいやつを作っていきます。とはいえ改造内容はすごく簡単。レドームユニットの一部パーツを取り外し、フラウロス側に接着できるようにニッパーやヤスリで調整。その後バックパックの上面に貼り付けてやります。かなり大雑把な改造ですが、いつも通りでございます。最終的にはこんな感じ。
頭部自体外せなきゃいけないんですが、被り物のギミックとしては妥協点ではないでしょうか。これが1、2の精一杯なんや。最後は武器。こちらアスクレプオスがもともとビームライフルを2丁持っているので、そちらを真似してバルバトスにもライフルを持たせてあげます。使っていくのはガンダムフラウロスのマシンガン。リベイクのと迷いましたが、こちらにしました。ただそのまま流用するのもつまらないと思いましたので、アスクレプオスのライフルのパーツを分解し、マシンガンに接着させてオリジナル味を出してやることにしました。めちゃくちゃシンプルな改造ですが、こういうところでオリジナル感を出してやるのも良いのではないでしょうか。多分な。とりあえずこんな感じ。機体のどこかにライフルをマウントできるギミックを追加したかったのですが、今回は断念しました。しまう場所がなかったんですよね。はい。じゃあバルバトス。すべての改造を得たものがこちら。ほぼほぼ剣部と脚部にアスクレプオスのパーツを組み込んだだけなのですが、いい感じに両方の機体のシルエットが組み合わさった感じになりましたね。実はこのアームユニット、ビームサーベルやらビームマシンガンやら鉄血世界にそぐわないビーム兵器が搭載されているのですが、見て見ぬふりをしましょう。なわけで改造編はここまで。ここからは塗装編の方やっていきます。というわけでバルバトス、すべてのパーツを中性洗剤で洗いましたら、おい山瀬、お前の力全部よこせこと山瀬の初期乾燥機で乾かします。パーツの洗浄が終わり、サーフェイサーを拭きましたら本塗装の方に入っていきます。今回の塗装レシピはこんな感じ。アスクレプオスのカラーリングっぽい配色にしつつ、本来紫である部分を青色にしたりと若干アレンジを加えてみました。とはいうものの、実は今回初めて使ったコバルトバイオレットという塗料、結構青が強めで思った通りの色が出なかったんですよね。ちゃんと調色して紫っぽくすればよかったですね。本塗装が終わり、ある程度組みましたら、次は墨入れの方やっていきます。今回は青部分をブラック、白部分をダークグレーで墨入れ。ちなみにこの映像ライブ配信のやつです。鉄血の機体ということで、今回ウェザリングをして思いっきり汚してもいいかなと思ったのですが、汚れが似合うようなカラーリングでもないのでやめておきました。最近全然ウェザリングとかしてないので久しぶりにやりたいですね。というわけで墨入れの方も終わり、この後は艶消しクリアを吹きまして完成にしたいと思います。なわけでバルバトス完成編の方へどうぞ。
というわけで、ガンダムバルバトスクレプゴスでした。ここちゃんと言えるまで3回ぐらい撮り直してる。当チャンネルで定期的にやってる違う世界観同士の機体をミキシングするシリーズでしたが、いかがでしたでしょうか。バルバトス自体ルプスレックスみたいなクローを持つ形態もあるので、いい感じにアースクレプオスとマッチしてくれたんじゃないかなと思います。まあ鉄血もこれからまた新キットがいくつか出るみたいなので、そちらも楽しみにしたいですね。はい。というわけで今回の動画はここまで。次回の動画があればまた。まあ気が向いたら押してください。すいませんでした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。